大臣、なぜ私がこの国会で法案出してほしいって言ったかお分かりになりますか？今国会で諦めたくないんです。今国会で出していただけませんか？ここは諸外国で単独親権を採用している国を教えてください。インドおよびトルコのみでございました。ほとんどの国は、共同親権共同監護という形になっているかと思いますけれども、たまに耳にするのが、そういう国も揺り戻しが起こっているんだよというような声ですね。実際にですね、共同親権制度から単独親権制度への見直しや揺り戻しはあるのでしょうか？ご質問のその揺り戻しということの定義によりますが、少なくとも法務省が調査した限りにおいては、いわゆる制度としてですね、離婚後共同親権制度から離婚後単独親権制度への法改正をした国があるということは承知しておりません。またそのような具体的な法改正を検討している国があるということも承知しておりません。はい、法務省としては確認していらっしゃらないというご返答でした。ありがとうございます。憲法98条2項の条約遵守義務、子どもの権利条約、7条9条37条、すなわち子どもがですね、父母から養育される権利、分離されない権利、接触を維持する権利に照らしても、早急に法案を取りまとめる必要があると考えております。もちろんその制度設計、きめ細やかにっていうのは重要なことなんですけれども、スピード感も大事だというのは斉藤大臣ご自身もおっしゃってたことなんですが、いかがでしょうか？申し上げなくちゃいけないのは、我が国は児童の権利に関する条約等を誠実に遵守をしているという、その上でいずれにしましても父母の離婚後のこの養育の在り方を検討するにあたりましては、この利益が適切に確保されること、これが重要であるという認識であります。その上で、父母の離婚後の親権制度の在り方につきましては、繰り返しになりますが、現在法制審議会において調査審が進められていることから、諮問をした立場であります私からですね、具体的な意見を述べることはやはり差し控えたいということですが、国民の間のさまざまな意見に幅広く耳を傾けながら、しっかりと議論を重ねることが重要であると認識しています。法制審議会におきましては、今後パブリックコメントの手続きにおいて、国民から寄せられたさまざまなご意見も参考にしつつ、先ほどご紹介ありましたが、この利益の観点からも充実した調査審議がスピード感を持って行われることを期待しておりますし、それを事務方としてもしっかりサポートをしていきたいと考えています。先の臨時国会からこの通常国会で出してください大臣というふうにお願いしてまいりました。ちょっと通告してないんですけれども、大臣、なぜ私がこの国会で法案出してほしいって言ったかお分かりになりますか？いや、すみません、前回の質疑のことを今つまびらかには思い出せないんで申し訳ありません。人の命がかかっているからです。先ほども申しましたように、皆さん一日一日ギリギリのところで生きていらっしゃるんですね。で、虐待も今命を失うかもしれない子どもいると思いますよ、日本に。これ人の命の問題であって、もちろん丁寧な議論大事なんです。でも人の命がこの通常国会終わってね、また衆議院選挙ありますってなって大臣が変わるかもしれない。大臣が変わったらまた一からやり直しかと。で、これは私もいろんな大臣に陳情といいますか要望もさせていただきましたけれども、理解っていうのが本当に大臣によって様々ではないかなと思っているのが私個人の意見なんです。この人の痛みというのを、この問題による人の痛みというのを重々理解されている方でないと決断が下せない、それぐらいヘビーなんですね。非常に。これはその DV の問題もご承知のようにネックになっていますし、けれども私は DV 問題は DV 対策によって解決するのが一義的だと思っておりますし、今国会で、配偶者暴力防止法の改正案が出てきますね。で、内閣府仕事が早いなと思っていて、だからといって法務省の皆さんが仕事ができないっていうんではなくてですね、それだけ非常に重いテーマだということなんです。ですから大臣の立場で申し上げられないっていうふうに手を離すんじゃなくて、決められないんじゃないかって思っていただきたいんです。なんとかまとめなきゃいけないけれども、荷が重すぎて進められないってなってはいないかと。ですので今国会で諦めたくないんです。今国会で出していただけませんか？ここは法制審に審議をお願いしている立場で、法制審議会で議論が行われているわけでありますので、私にできることはその審議ができるだけスピード感を持って進んでいくように事務方として最大限サポートをしていくということが限界ではないかと思っています。私は政治家としてですね、まずは最大多数の最大公
育を考える必要があるだろうと思っています。 DV がなくても虐待がなくてもお父さんお母さんに会いたいなと思っている子どもっていうのはたくさんいます。今日は私の席の隣に音喜多駿議員がいらっしゃいまして、ステップファミリーです。で、音喜多家はですね、仲良くやってらっしゃるわけなんですけれども、お子さんと親御さんの関係が良好。でもそうでない家庭もたくさんあることをご存知だと思います。家族の在り方が多様になっていて、ステップファミリーになって居場所がない、新しいパートナーと元々の親が新しい子供を設けたと、自分が居心地が悪いんだという子どもたくさんいると思いますよ。子どもの自殺は512人で過去最高になりました。不登校の児童もたくさん増えていて、それがこの問題によるものではない、全部がもちろんですね、ないわけです。複合的な要因があって、それはやっぱりわからないんですけれども、中には家庭問題、特に家庭内での居心地が悪いということで追い詰められている子どもたちがいるということです。やはり私は子どもの命がかかっていると思うと、大臣に早く早くとせかすものではありますけれども、斉藤大臣がそういったその子どもたちの命の重みを、そして子どもたちの養育に親が必要であるということを分かってくださる方だと信じているので申し上げております。